時は西暦15年。ローマ帝国は繁栄しています。ほとんどは皇帝の功績によるものですが、それを可能にしたのは、セリウイウス・フェリクスのような忠実な兵士の存在でした。8年前、18歳のセリウイウスは、軍隊兵として入隊しました。彼は貧農の息子で、将来の見込みは大してありませんでした。彼は他の軍団兵と違って賭け事をしないため、給金のほとんどは貯蓄に回せています。しかも入隊時にもらった手当である3枚の金貨にも手をつけていません。退役するまで生き延びられれば、数エーカーの土地を与えられます。彼はしかも故郷の女の子に好意を抱いていて、結婚したいと考えています。しかもそれも25年の兵役を終えてからの話です。そして軍団兵の人生は厳しく危険なものなのです。今日セルウイウスの軍団は他の3つの軍団とともに調整に取り掛かり、3万ペース、つまりほぼ 36km もの距離を踏破しました。セルウイウスの具足や武器、剣、盾、投げ槍2本、全部合わせると20キロ以上の重さです。この他にもサルキナというリュックを背負っています。その中には食料と野営するための道具のすべて、例えばシャベル、ノコギリ、ツルハシ、カゴが入っています。セルウイウスはヘトヘトですが、今夜はあまり寝られません。1番目の当直として荷物を運搬する動物の世話をして、敵の待ち伏せ攻撃に用心しなければいけません。当直任務を引き継いでも彼は眠れず、夜が明けるのを恐れています。次の日には彼の最悪な悪夢が呼び起こされるからです。明け方、セルウイウスは同じテントの7人の仲間と朝食をとります。彼らは家族のようなもので、一緒に戦った時の傷を皆負っています。セルウイウスはイタリア出身です。しかし彼の仲間の兵士はシリアからスペインまで広がる帝国の方々からやってきました。つまり北方のこの地ゲルマニアは誰の故郷からも遠く離れたところなのです。今日セルウイウスの軍団と他の3つの軍団は皇帝ティベリウスの甥ゲルマニクスの指揮下にあります。ゲルマン人の部族に対して軍功を挙げた父にちなんで名付けられました。各軍団の人員はほぼ5000人で、約500人単位の歩兵隊に分割され、その歩兵隊も80から100人単位の100人隊から構成されています。各100人隊は100人隊長の指揮下にあり、軍団の先頭にはアケリフェルと呼ばれる旗持ちがわしの紋章を掲げて歩きます。100人隊長は軍団兵の横で歩き、大声で命令を怒鳴ります。デクスシン、デクスシン。右左、右左。行進が右足から始まるのは、左は不吉だと考えられていたからです。厳しい規律にもかかわらず、空気は張り詰めています。昨年同じ地域に反抗した軍団があり、賃上げと兵役の短縮を要求したのです。将軍のカリスマと交渉能力によって、大反乱になる前に何とか収められました。今日は普通の行進 30km だけです。ゲルマニアの湿地や森林には、帝国の道路体系が及んでいないため、兵士は前進するために道路や橋を作らねばなりません。ここ最近、彼らは戦闘より道路整備に時間を割いています。ようやく目的地に到着しました。セルウイウスが嫌というほど知っているトイトブルク森の外れの開けた土地です。ここは6年前、皇帝アウグストスの治世の時、族長アルミニウスに率いられたゲルマン人の部族が待ち伏せ攻撃を仕掛けて3個の軍団を全滅させた場所です。滝のような雨の中、狭い道を進んでいる時、軍団は退路を塞がれた状態で森から待ち伏せ攻撃を受けました。ローマ人が経験した最も甚大な敗北の一つで、アウグストゥスは終生忘れることはありません。セルウイウスは数少ない生存者です。仲間が死死類々ということある姿が今でも悪夢に出てきます。今回軍隊が戻ってきたのは戦死者を埋葬し、正式な軍葬を施すためです。彼は作業を行いながらも、扱っている骨が知り合いのものではないか考えられずにはいられません。何度か声を上げて泣きたくなりますが、作業の手は休めません。帝国の栄光なんてクソくらいだ。彼が心から欲しいのは、小さい畑に妻となるべき人と隠遁することです。しかしそれも神々がもう17年ほど彼を生かしておけばの話です。チャンネル登録をお願いします。そこに新しい学習のチャンスがあります。